胸肉を柔らかく食べさせたいっていうのがやっぱり目的なんで、このこれだけでうまそうです。これだけでうまそうですねこれだけでいいです。プティビエのイメージなんで、デザートの慣れてないとこれで完成で付け合わせみたいになりますよね。よく言われます。それともそれともありがとうございます。皆さん本日もお疲れ様です。今日はですね、御徒町の新御徒町ですね。そうですね。はい。のダウンタウンキュージーヌ幸太郎長谷川というお店にお邪魔してます。長谷川シェフです。お願いします。よろしくお願いします。お願いしますご無沙汰してます。ご無沙汰してます。いや本当に3年ぶりですか。3年以上経つんじゃないですか。本当ですか。だって僕サーパスオープンする前ですもん。前ですね。サーパスが3年半ぐらいも経つんですよ。じゃあ4年ぐらい実は経ってるっていう、ちょっとねまだ初めましての方もいると思うんで、シェフ簡単なもし経歴とかお願いしてもいいですか。ありがとうございます。長谷川幸太郎と申します。よろしくお願いいたします。前の動画でたくさんのお客さんが本当に来ていただけたので、ジョージさんの動画を見ていただいてご来店いただいた方々本当にありがとうございます。こちら2018年にオープンしまして、ここ地元新御徒町の佐竹商店街という日本で2番目に古い商店街なんですけど、そうなんですよね。地元の人に喜んでいただきたいと思って作ったんですが、ちょっと予約がたくさんいただいて地元の人が来れなくなって。そうなんですよ。僕がお邪魔した時ですらもう予約困難点だったのが、今だってもう予約開放して、さっきお話したら午前中で埋まっちゃうんですよね。そうですね。予約開放した分が。はい。おかげさまで本当にありがとうございます。ご迷惑をおかけします。なので今回の動画を見てまた来たいっていう方もいると思うんですけど、予約合戦をちょっとくぐり抜けないとなかなか難しいとは思うんで、興味ある方ぜひね頑張って予約の枠ゲットしましょう。昔は平松株式会社平松っていうところで大きなところでやってたんですが、もう本当に個人で妻と2人で今はここでやらせていただいております。だいぶはしょって謙遜された経歴の紹介なんですけど、長谷川シェフはフランスの三つ星でもともと働かれてて、ボキュズドールっていうフランス料理の、オリンピックみたいなものすごい大きい世界大会があるんですけど、そこの日本代表もやられてたっていう、ちょっとなぜあえて言わなかったのかわからないぐらいすごい経歴で、僕もう大先輩なんで、いやとんでもないです。恐縮しながら今回もいろいろ教わろうと思いますんで。もうこんだけフランス料理を広めていただいて、いや素晴らしいと思います。なのでそんな長谷川シェフに今日も作っていただこうと思います。すみません、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日ちなみに何紹介していただけますか。今日はですね、パンタードですね。ホロホロ鳥、ホロホロ鳥。これ熊本県産なんですけど、すごくいいホロホロ鳥で、クラシックなんですけど、内臓やもも全部ホロホロ鳥全部を使った一皿をちょっと仕上げようかなと思います。付け合わせにはプティビエというパイ包みですね。あと今が旬のキノコを使って、バンジョンヌという黄色いワインですね。タルコのすごく効いた、鶏にはこれって皆さん思うと思うんですが、ですよね、確かに。そのおソースを作って一皿仕上げていきたいと思ってます。ということは使い方としてこの部位はこういう風に使っていくみたいなところが見れるということで。おっしゃる通りです。めちゃくちゃためになるじゃないですか。いや。じゃあまずパンタード胸からいきます。胸はですね、ここに筋があるんで、これ朝から指切っちゃったんです。すいません。ちょっとダサいんですけど。珍しいこともありますね。すいません。なんか気になる人いるだろうなと思って先に言っといた方がいいな。黄色いやつはチー油じゃないですけど、僕結構好きなんで。パンタードの油って美味しいですね。そうなんですよ。本当美味しいんですよね。なんで焼きながら落としていっても香りになるんで。メガネかけていいですか。全然大丈夫です。頑張ったんですけど見えなくて。ここの野田さんもやってましたけど、どうするか問題みたいな。達也さんの見ていただいてありがとうございます。いやもう勉強になるから、もうジョージさんの YouTube はよく見てます。ありがとうございます。僕あんまり置いたくないんですけど、これ胸がやっぱりちょっとこうパサパサになっちゃうじゃないですか。なんで僕は胸の部分にムースをこうつけて焼くんで、今回はちょっと開いちゃってます。口当たりがちょっと滑らかにしたいので、ちょっと邪魔な筋は取ります。終えるところの筋は折ってって感じですかね。結構ご年配の方とかこういうの嫌がる人が結構うちの場合お客さんの客層もそうですけど、そうですか。いるんで、ガムみたいに最後まで口残るじゃないですか。横にこう塊がポッて皿の横に置いてあったりするんで、申し訳なかったなって思ったり、なので結構こうこだわって取ってます。でこの辺の取った肉もやっぱりぶどまりを良くしたいんで、僕は結構つけちゃいます。人差し指が使えないと結構辛いですね。
僕先輩に言われたのはやけどと指切るのは一番最低だって言われてあ、そっちなんですね。完璧な仕事ができなくなるから。そうですね。なんかそれを勲章みたいな風に言う風潮もなんあかないことはない気がするんですけど、仕事の精度確かにちょっと落ちますよね。こんな感じですかね、胸は。次はささみを使って、はいさっきの胸にかぶせるムース作っていきます。はい。普通はロボクップで回すんですけど、ちょっと家庭用のこんな感じのあ、こういうちっちゃいのでやってるんですね。意外にこうパワーあるんで、一番大事なのはここでこう塩は他の材料は絶対入れないです。意外に結構知らない人多いですよね。で大体 1.5% ぐらいの塩ですかね。1% にしといた方がいいかな。しっかりとすり身状態にしてから塩をする。そうですね。これ絶対ですね。先に塩しちゃうとムースが滑らかにならないですね。卵白はこれだと 150g なんで、2分の1個分ぐらいですかね。吉田さん卵白は僕ギリギリっすね。ギリギリあんま入れない、あんまり入れないっすね。そうですよね。で多分同じくらいの目安かもしれないです、もしかしたら。やっぱりそうですか、はい、なんか結構これ人によって個性あるじゃないですか。なんかガンガン入れる人ガンガン入れる人もいいですよね。なんかそれがいいとか悪いとかはちいやいや、ょっと分かんないもうそれはね全然こだわりだから、はいはい、あと卵白はちょっと膨張作用があるんで、ムースにした時になんかその要素ですよね、使う時の要素、卵黄の方がいい場合もありますし、で大体クリーム150の肉なんで大体半分ぐらいを目安にして、あとは状態見ながらっていう感じですけど、肉に対して半分の生クリーム。そうですね、はい、目安ですね。はい、150もうちょっと入るかな。でこれ繊維があるやつだと僕パッセしたりとか、パッセでいいんですか？パッセでいいです。パッセするんですけど、はい、ささみだとそんなにいらないのかなっていう、滑らかになるんで。確かになもんですね。で僕は一旦ここで味見ます。いつムースの味を見ていいか分かんない論争あるじゃないですか。ありますね。ちょっとこんな感じで取って、僕電子レンジで。どうですかシェフ？いただきます。結構塩は決まってる感じですか？めっちゃ決まってますね。下町なんでしょっぱい派なんですよね。いやいや全然僕にもちょうどいいですよ。本当ですか？でも僕この覚えてますよ。以前いただいたマスのヒュメットのアニョン。はい。未だにちゃんと味覚えてますね。マジですか？さすが。いや美味しかったです本当に。いや素材をやっぱり重視するようになりましたね。なんかいろいろこねくり回していろんな技術にはまる時あるじゃないですか。こうやって個人の店やってお客さんとの声がすごい直に届くじゃないですか。そうするとやっぱりその時の反応がなんか薄いなーって思ったりあるじゃないですか。なんかだからやっぱり反応がいいやつをこう継ぎ足しでしていくと、なんか見えてきたのはやっぱり素材の味が分かりやすいと反応がいいっていうか、フランス料理僕香りだと思ってるんで、今日はこれにエストラゴンを加えていきます。やっぱり鶏との相性はいいですよね。そうですね。エストラゴン好きですかシェフ？めちゃくちゃ好きです。フランス料理やっててやっぱりハーブってめちゃくちゃいいですよね。そうですね。エストラゴン絶対に使うなっていうのはやっぱボラ油は使うし、オマールにもよくビスクとかにも結構使います。最高ですね。オマールエストラゴンはね。じゃあこれに氷かましょう。本当はムースやるときはやっぱり外して生クリーム入れるときは冷やしながらっていうのが結構多いですよね。でもこういうタイミングでいいんじゃないんですか？僕はそうですね。こういう柔らかいささみのお肉とか時間が短く許されるものは結構そのまま入れて回しちゃいます。あまりにもこうどうしても作業の時間がかかっちゃう時とかは必要かもしれないですよね。そうですね。今回はエストラゴンとタイムを使います。さっきの素材の話ですけど、フランス料理のこう難しいところってとはいえなんか素材全開になると作業工程がどうしても少なくなっちゃうことが多いじゃないですか。素材を全開に出していくと、こう日本人がすごい好きな味、焼くだけとか、なんかそうすると今度はフランス料理食べに来たのになみたいな、なんかこう近年のちょっと難しい部分みたいなのも僕は感じたりする時があって、素材の良さを出しつつただ焼くだけになっちゃうと、もちろん焼くだけが悪いとかではなく、フランス料理というのを掲げてるからどこまで手を加えようみたいな、なんかたまになんか葛藤あったりしますね。わかるわかる。でも僕はもうなんかそうなるよりも、だったらソース、フランス料理だったらソースとかピューレとか
そっちに美味しいものを持ってって、肉を焼くだけだけどソースこだわってますとか、なんかそっちに行っちゃってますね。なんかあるじゃないですか、なんかちょっと仕事足んねえなみたいな、これでよかったのかなみたいな。そうそうそう。だからそこの答えは常にお客さんの反応を見てます。で結構聞くのは今日美味しかったってみんな言ってくださるじゃないですか。はい、で何が一番良かったですかって聞いたりします。その時の票の数で、そうそうそう。これ良かったんだな。なんかそこで自信っていうか、やっぱりこれ受けてんだとか。そこら辺のなんか長谷川シェフの考えもこういう時じゃないと聞けないなと思って。そうなんですよ。でこれでエストラゴン加えてムース完成しました。これだけで一品完成でいいんじゃないかっていう手間ですけど、これで終わらないんですよね。これでそうですね、先ほどのシェフが言ってるように、なんかこれでは申し訳ねえなみたいなこうしたらもっと美味しいだろうなっていう。これささみが胸についてて焼いてもいいわけじゃないですか。でもささみ火焼いちゃうとバサバサになっちゃうな、じゃあこれをどうしてあげたらよりいいかなと思うと、そのささみでカバーしてあげて、胸肉は柔らかく仕上げたいなっていう。今もご自身でお店やりつつ、はい、ボキュズドールの国内の審査員もやりつつってことですか？そうですね、今回は三井座京都の浅野くんが代表で、関西チームでアントルヌーの高山さんが、メンターとしてメインで今動いてやってます。で関谷さんだったりダニエル・カルバートシェフだったり、ついてくれて、もう本当に日本を勝たせるためにっていう感じで今頑張ってやってます。長谷川シェフも引き続き携わってるってことですか？そうですね、もう国内予選とかはもう携わってやらせていただいて、胸に胡椒と軽く塩、反対側にも塩、こっち側は胡椒しなくて大丈夫です。ステーキとかだったらそのまま胡椒しちゃうんですけど、なんかこれに関しては炭で焼くと本当に焦げちゃうんで、ステーキだったら別に焦げた感じも僕好きなんで。シェフは好きな側なんですね。なんか分かりますよね。分かりますよね。塩だけの人で仕上げに胡椒。僕なんか結構焼く前、胡椒しても美味しいなって思うんで、逆にあれが旨味になるというか。この横も結構覆っちゃいます僕。胸肉を柔らかく食べさせたいっていうのがやっぱり一番の目的なんで、このしっかりコーティングするみたいなことですか？そうですね。こいつが直接火当たらないプロテクター役みたいな感じのイメージです。こんだけ薄いので皮パリって焼いて、で香りも入れたいし、ちゃんと厚みも持たせてあげて、あとこれを何人前取るか問題みたいなのあるじゃないですか。これもまた厄介な話ですよね。そうなんですよ。原価の問題もあるし、我々は利益というものがあるので、ただ料理作るだけじゃなくて、うちはね従業員いないから奥さんと2人だからいいですけど、雇ってたらその子たちの給料もね。そうですよね。長谷川シェフはそれこそ前職の時とか、結構いろんなレストランを管理しなきゃいけない立場だったわけじゃないですか。いや本当そうですよ。料理人に経営という概念がないんで、やっぱりないパターン多いですよね。多いですね。だから結局賢い人たちが飲食業界に入ってくるじゃないですか。でもその理屈が通らないんですよね。そのやってる人たちがそれを理解しないから。だからもう学校、専門学校とかでもそういうことを徹底的に植え付けた方が僕はいいと思ってっていう感じ。こんな感じにちょっと綺麗な鳥の形にラップをして、皮が最後焼きたいんで皮をちょっと貼るイメージですかね。このルーレの仕方もやっぱこうどういう形にしたいかで全然変わってきますよね。こういう鳥のポワトリーヌの形を生かしたいっていうラップの仕方だったり、普通にルーレで筒のようにしちゃうパターンだったり。そうですね。でこれを火入れしていきます。64度のバプールですね。後で皮面炭でしっかり焼くんで、ここではある程度8割ぐらい入れるって感じのイメージです。レストランでやるときはここまで入れて、前菜が3品出るんで3品目がいったあたりで入れて、魚で出てる間に休ませて、最後もう一回温度ガンって上げるっていうイメージ。じゃあ完成ほんと手前のプレキューみたいな。そうですね。結構芯温をきれいに上げようとする人多いじゃないですか。でもあれってきれいには上がってるんですけど、温度が低いことが結構多いじゃないですか。なんか僕あれがあんまり好きじゃなくて、やっぱり肉って熱々が焼肉最強みたいな、ありますね。しゃぶしゃぶ最強みたいなのあるじゃないですか。なのでどっちかというと肉汁が出ててもいいから、温度を上げた方が美味しいっていうことに
ちょっと気づいたというか。乗っかるとかじゃないんですけど、僕も最近結構そう思ってるんですよ。なんか20代の頃ってこうキュイソンをいかにこう、いい感じにするかみたいなのに頭を持ってきすぎてて、多分30前半ぐらいまで多分その考えが強かったんですけど、最近はなんかドリップ出てもいいから、表面しっかり厚くみたいな、そうですね、を考えるようになってますね。だからどっちかって言ったら焼いてもそのまま出して肉汁が垂れちゃってもいいぐらいのイメージです。それだとちょっとうまみが逃げちゃうんで、少し休ませてちょっと出てくるぐらいっていうイメージがいいのかなって僕は思ってます。なんか技術じゃないよなって、結局やっぱり料理って味だよなって思うと、そうなってますね。で次はパイ包みの中身ですね。砂肝、心臓、レバーです。でこれをソテーしていきます。でちょっと汗染めですね。塩コショウ、これ具材になるんですけど、これ一緒にミンチかけるとこいつらが主張しなくなってちょっと粗めに刻んでこっちに合わせます。はい、はい、じゃあ焼いていきます。はい、僕はオリーブオイルはブレンドとかピュア使います。エクストラとかだとちゃちゃってやるやつだったらいいんですけど、しっかり焼く酸化しちゃうやつは僕は安い油でいいのかなと思ってます。原価あんまかけない派です。大事です。はい、少しでも削れるとこ削ってお客さんにはいいものを提供したいっていう、やっぱ原価大事ですからね。あれやりたいこれやりたいって言っても結局利益が出なかったら意味がないっていう、エゴになっちゃいますからね。そうですね。ちょっと焼いていきます。しっかり焼き色だけつけたいので片面から。はい、ここでもう火をしっかり入れちゃう感じですか？もう入れちゃっていいです。どっちかというとレバーっぽさがあんまり強くない素材なんで、ちょっとこううまみコクを出したいという感じですかね。ちょっとバターを加えて風味付けします。そしたらマデラブランデー、コニャック、今日はブランデーです。ポルト3種類入れるんですよ。3種類。ちょっと苦みがあってちょっと酸味を残したくてちょっと甘みを出したいっていう、もう完全に水分がなくなるまでこれを火入れちゃいます。はい、ジュースとキュウリとかではなく、はい、しっかりと入れば OK っていう感じで。そうですね。もう多分レバーなんかはこれでもこんだけ分厚いんでちょうどいいぐらいの火入れだと思います。で砂肝とか心臓はそんなに火入れてもコリコリしてるんで、はい、食感としてむしろいいっていう感じ。そうですね。なのでレバーはそんなに細かく切らずに厚みを持って加えてます。どうしてもレバーだけバサバサすると臭みが出ちゃうかなっていうのがあるんで、あんまり入れすぎたくはないんですけど、でもこれほんと臭くないんで、ポロポロの内臓っていいっすよね。美味しいんですよ。これだけで本当一品にできるなって。そうですよね。サラダアバみたいな、JJ のサラダですね。シェフとかだったら JJ っつってね、サラダと JJ ってすぐ分かってくれるけど、フランス行ったらね定番ですけどね。そうですね。コンフィにしてこんな感じで水分がなくなって絡まってきたら OK です。はい。これだけでうまそうです。これだけでうまそうですよね。これだけでうまそう。やっぱ料理作る時が一番楽しいですよね。やっぱ今でもそうですか？はい。オタクみたいなのあるじゃないですか、僕らって。突き詰めるみたいな。そうそうそう。同じことをやるっていう。なんかみんな仕事本当に楽しんでやってるかっていうとそうでない人の方が多いじゃないですか。僕らってやっぱり恵まれてるっていうか、そこは常に忘れないようにしてます。なんか楽しくなかったら何やってても面白くないじゃないですか。そうですね。と味にも出ちゃうし、お客さんも分かっちゃうと思うんですよね。ただこれ叩いていきます。はい。本当好みなんですけど、こんな感じでちょうどいい感じの火入れになってると思います。ああ、そうですね。はい。分厚いとどうぞ食べてみて。いいですか？はい、いただきます。あ、もうこれだけっていうわけにはいかないんですけど。いかないけどね。美味しいですよね。うまいっすね。パンタードが12分ですね。はい、ちょっと若いかな。もうちょいいきますか。もうちょいいきます。やっぱね、オーブンも立ち上がったばっかりのオーブンっていうかバプールも時間が経った時とやっぱり、だから13分だから13分じゃなく、料理ってねレシピ本とかにも書いてありますけど、こういう作業を毎日一人でやってるんですよ僕。朝からジョージさんの YouTube を回しながらいや絶対それ嘘じゃない。いやいや本当見ます？全部いいねマークついてますからね。履歴がいやありがたいっすね。です。
これでちょっとミンチにしたお肉ソースも絡めて、こんな感じで揚げときます。はい。ちょっとこう外は入ってるんですけど真ん中が柔らかいっていう感じのいいですかね。でちょっとここであったかいところで休ませる感じです。余熱も加味してってはい、感じそうです。余熱加味して。はい。これミンチにして粗挽きのミンチにしたものですね。はい。でこれにデュクセルシャンピニョン、みじん切りにして炒めたマッシュルームです。マッシュルーム。それからさっきの叩いたアバと、でこれがオニオンコンフィですね。おお、結構いろいろ入るんですね。ゆっくり、はい、甘み出るまで入れて、最後バルサミコ少しちょっと加えて、でこれをもうその時の僕の感覚で入れてます。これ肉はももと首とか残ってる取れる肉っていう肉を全部ミンチにしてます。で氷かましながらミンチを合わせていく感じですね。でこれがプティビエの付け合わせになります。胸は鶏っぽく出して、ももはこういうミンチにしてパイ包みにして出すっていう。手間かかってますよね。シェフの前のアニオとかも、はいは料理やってない人絶対ついてこれないでしょって作業量で。すいません、もうなんかいやなのでいい意味で見応えがあるなと。ああ、そうですか。なんかパテとか作る時っていろいろ皆さん工夫されるじゃないですか。はい。なんか同じようなイメージですかね。僕の中でのこのどうやったらこのパンタードが美味しくなるかなっていう。言ってもこれ付け合わせの位置づけになるんですか。そうなんですよ。これメインになるんですけどね。なんでこうやっぱフランス料理なりわいにしてると、もしかしたらある程度常識の範囲内になってくるのかもしれないんですけど、はいはい。慣れてないとこれに完成で付け合わせみたいになるんですよね。よく言われます。だから少しだけキャトルエピス、クォーターエピス、ちょっと入りすぎちゃった。あと卵黄少しつなぎでほんの少し崩れないっていうか。全卵ではなく卵黄ベースでなんですね。さっきも言った全卵だと膨張作用があるんで、パイとか膨らんでほしくないじゃないですか。かといって水分もちょっと出てほしくないので、はい、卵黄で少し止めるというか。で多分これでミンチだけだとちょっと水分が出ちゃうような気がするんで、はい、さっきのムースを少しつなぎで使うんですか。そうですね。水分が怖いんで結構いろんなもの入ってますよね。味見いいっすねこれ。塩加減とバランスを見る感じです。レンジで確認しないで焼くのは、なんかこれは焼きの方が美味しいからっていうことそうです。なんかこれあんまりバプールとかしたくないじゃないですか。どうですか。ありがとうございます。いきます。どうですか。うまっ。ちょっと塩が足んないぐらいですよね。いやこれうまっ。気持ちプラスして胡椒もちょっとグッと締める感じで、キャトルエピスもちょうどいい感じで香ってくるんで、タイムも後からところどころこう出てくる感じがいいかなと思います。パイで包んでいきます。はい。これ伸ばしたフィータージですね。パイです。フィータージもご自身であれするんですか。はい、そうです。休めなくないですか。大丈夫ですか。休みの日にこういうのやってます。休みの日に、ゴルフ行って帰ってきてルーだけ前日仕込んでて包んで、ずっと仕込みが結構あるんで。そうですよね。平らにして形を整え、こっちの上にもちょっと塗っちゃいます。くっつくのと水分を抑えたいのでかぶせます。で空気を抜くように、空気入っちゃったら針で抜けばいいんで、あんまり気にしないで大丈夫です。よりもフィルタージを溶かさないような感じで、さっきのセルクルと同じぐらいに寄せてあげて、でちょっと平らにしてあげる感じですかね。お菓子のプティビエのイメージなんで、付け合わせなんであんまり主張しすぎちゃうのもメインディッシュが寂しくなっちゃうんで、綺麗でちょっとこう空気入ってるのはこういう針で抜いてあげる感じです。で一旦これ冷やします。パイがだれちゃうんで、抜く前に一旦また冷やすってことですか。そうですね。綺麗な切り口にしないと綺麗に浮かなくなっちゃうんで、ではパイが少し休んで締まってきたので一回抜きます。ちょっと1個大きめのセルクルですね。しっかり中心合わせて、僕抜かないです。こう包丁でやっぱ切らないと綺麗に浮かないっていうか、
断面が悪くなるとイメージしてやってるんで、僕は大体包丁で切ります。そっちの方が角が立つような仕上がりそうですね。まさに本当にこう潰れないっていうんですかね。押すとやっぱどうしてもこう潰れちゃうんで綺麗に立たないというか。でこれは2番生地として違うものに使ったりします。ちょっと押しながら線を入れていきます。これしっかり縁を均一にするために。プティビエのイメージなんでデザートの平らに揚げたいんですよね。そしたらひっくり返してドリュールレイエスして形を作るので、縁につかないように表面だけまず1回、2回か3回ですかね。ちょっとしっかりめに塗って乾かしてもう1回塗ってを繰り返して綺麗な焼き色がつくので、水たまりみたいなたまりがなんないように均一になるべく塗りたいです。こんな感じですかね。で1回冷蔵庫で乾かします。こんな手間ですよ。結構な手間なんですよ。いつもこんなことやってるんですよ。これ一人でやるんですもんね。一人でやってる誰もいないですよ。焦げるまで入れたとしても中が完全に火が入ることはないので、しっかりこうカリッと香ばしく鶏の良さを出せるので。すごい一皿が。